はじめまして、こんにちは。舞の日本語ポッドキャストへようこそ。はい、今日からですね、ポッドキャストを始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは今日が初めてのポッドキャストになりますので、まず最初に簡単な自己紹介からさせてください。はい、私の名前は舞です。もともと東京に住んでいたんですけど、韓国人と結婚をして今は韓国に住んでいます。そして仕事はオンライン日本語講師をしています。はい。で、私がですね、このポッドキャストを始めた理由なんですけれども、まずね、私は本当におしゃべりが大好きなんですね。本当におしゃべりが大好きなので、このポッドキャストを聞いてくださってる皆さんと楽しくお話がしたいなと思って、このチャンネルを作りました。あとは、外国人の方たちにもっと日本のことを知ってもらいたいと思って、ポッドキャストをね、始めることにしました。はい。ですので、これから日本の文化だったり、日常のこと、あとは日本語の表現など、様々なテーマを取り上げてお話をしていく予定ですので、ぜひぜひ楽しみながら聞いていただけると嬉しいです。はい。さて、今日から舞の日本語ポッドキャストがスタートするので、今日はですね、始まりをテーマにお話ししていきたいと思います。皆さんは何か新しいことを始めるとき、どうしますか？思い立ったらすぐ行動するタイプですか？それとも計画を立ててから行動するタイプですか？あるいは心配や不安、あとは過去の失敗などが怖くて、本当は始めたいんだけど、なかなか行動できないっていうタイプでしょうか？うーん。やっぱり何かをね、新しく始めるときって勇気がいりますよね。うん。私は、どうだろう。私は、その始める物事によってちょっと違うんですけれども、でも基本的にちょっと心配性なところがあるので、何かを始める前に、これ本当に始めて大丈夫かな。失敗したらどうしよう。うまくいかなかったらどうしようっていう、起こってもない未来について心配することがありますね。それでなかなか行動ができないっていう経験もあります。うん。でも、自分が本当にやってみたいこと、すごく魅力的なときめきを感じること、ときめきというのは、もうドキドキ、それを考えるだけでワクワク、ドキドキ、嬉しい気持ちになることですね。うん。ときめきを感じたら、もう誰に何と言われようと、突き進むタイプです。もう始めちゃう。うん。でも、やっぱり基本的には、心配しちゃう部分がたくさんあるので、なかなか行動できないっていうことの方が多いかなと思います。ちなみに、私の旦那さんはですね、私と正反対のタイプなんですね。うん。何かをやるぞ、これを始めるんだって決めたら、もう心配とか不安なんて、もう一切考えない。もうそこに突き進む。とにかくやるんだ。just do it っていうタイプなんですよ。隣で見ていて、本当にすごいなっていつも思います。なので、彼はもう本当にそういう、もちろん計画を立てていって、その目標を達成するにはどうすればいいかって考えながら進むんですけど、その進んでる間も、もう自信を持って進んでいるから、なんか不安な言葉、ネガティブな言葉とかってあまりしないんですよね。うん。本当に勇気のある人だなって思うし、うん、私が今まで出会った人の中で一番行動力がある人です。うん。なので、そんな彼を見ていると、すごいなって思うのももちろんなんですけど、私も彼みたく自信を持って
行動したいなって、そういうふうに学びますね。こういうふうに私みたく心配とか不安でなかなか行動できない人もいると思うし、あとは私の旦那さんみたく思い立ったらすぐに行動するんだ、とにかくやるんだっていうね、そういうタイプの方もいると思います。いろんなタイプの人がいると思うんですけれども、今日はですね、そんな何かを始めるときにぴったりなことわざを紹介したいと思います。はい。ことわざというのは、昔から伝わる短い言葉で、生活の知恵だったり、教えを伝える言葉です。で、とっても有名なことわざがあるんですけれども、はじめが肝心ということわざです。この肝心というのは、とても重要だよっていう意味ですね。なので、始める時がとても重要。本当に大事だよっていう意味のことわざになります。なので何かの勉強を始めるときやダイエットを始めるとき、あるいは新しいお仕事を始めるときなど、最初のやり方、最初の気持ちがその後の結果に大きく関係してくるよ。だから最初がとても重要だからねっていう意味になります。これは結構日常会話でも使われることが多くて、何か人にアドバイスするときとかに、本当に初めが肝心だよ。だからちゃんと考えた方がいいよとかね。こうやって使ったりします。はい。あと他に有名なことわざは、千里の道も一歩からということわざです。このことわざの意味は、どんなに遠い目標でも、どんなに大きい目標でも、まず目の前の一歩を踏み出すことから始まるんだよっていう意味になります。うん。この千里の道も一歩からっていう言葉は、私がすごく好きな言葉です。うん。本当に背中を押してくれますね。で、これは大きなことを達成するためには、まずは身近なこと、周りにあることからコツ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 一歩ずつ地道に積み重ねていくことが大切だよっていうことを教えてくれています。あと有名なことわざで、思い立ったが吉日ということわざもあります。この吉日というのは、いい日という意味ですね。なので、何かをやろうっていう気持ちになった時、よし、これを始めようって決めた時、その日がいい日だよ。その日がチャンスの日だよ。だから、すぐに行動に移すのがいいよっていう意味のことわざになります。どれもね、本当にいい言葉ですよね。本当に何かを始めるときに、このことわざを見ると、すごく背中を押してもらえる気がします。うん。こうしたね、ことわざからもわかるように、日本人は始まりというものをとても大切にします。はい。例えば、日本人が本当に大切にする始まりは、1月1日のお正月ですね。新年です。日本人はこの1月1日、新しい年を迎えたら初詣に行きます。初詣というのは、新しい年の最初に神社やお寺に行って神様にお礼をしたり、去年1年間本当にありがとうございましたっていうね、こういったお礼をしたり、あとは新しく始まった1年の幸せをお願いしたりする日本の伝統です。日本人は初詣に行くとき、家族と行ったり、お友達と行ったり、恋人と行ったりすることが多いかなと思います。そして初詣に行ったら、おみくじを引いたり、あとはお守りを買ったりします。このおみくじっていうのは、神社やお寺にあるその年の運勢が書かれた紙です。で、一番いい運勢が大吉と言います。そして一番悪い運勢を凶と言うんですね。
で、たくさんあるおみくじの中から1枚引くんですね。おみくじを引くという表現をします。そして1枚引いて、そうしたらそこに書かれてる運勢がその年の自分の運勢になります。はい。で、ちょっとね、私のおみくじエピソードについてお話ししたいんですけれども、数年前に初詣に行った時のお話です。で、私は毎年ね、初詣に行った時、必ずおみくじを引きます。なのでその時ももちろんおみくじ引きました。で、おみくじ引いたんですけど、パッて見たら、今日って書かれてたんですね。一番悪い運勢です。それで、もうすっごいショックで、うわ、マジか。今日かよと思ってね。で、私それまであんまり今日って出たことなかったんですよ。なので、すごくショックで、その現実を受け止められなくて、私はその場でもう一度おみくじを引きました。2回目ですね。はい。でも、あの、おみくじって1回引いたその運勢がその年の自分の運勢になるので、多分2回引くっていうのはあまりよろしくないと思うんですよ。なんですけれども、私はちょっとその現実を受け止めきれなかったので、もう1回引きました。それでパッと見たら、また今日でした。2回目も今日だったんですね。もうショックは2倍になりましたね。もう、うわ、みたいな。2回も今日なんて出ると思って。はい。もちろん初めてです。そんな2回連続今日が出るなんて。うん。しかも、新年明けたばっかりですよ。新しい年が始まったばっかりなのに、2回も今日が出るなんて、すっごくショックじゃないですか。うん。で、結構落ち込んだんですけれども、でもね、もうその現実を受け入れて、あ、わかった。オッケー。私の今年の運勢は今日ですね。わかりました。って、もう覚悟を決めました。でもね、今日2回引きましたけど、その年、すごく楽しい1年だったんですよ。本当に楽しかったです。はい。なので、結果的にすごく良かったですね。うん。なので、今はこうやって笑って話せるエピソードになりました。はい。で、今ね、私の初詣エピソードをお話ししたんですけれども、この初詣のように、日本語には初めてを意味する初という漢字がつく単語がたくさんあります。例えば、初日の出。初日の出は、その年に初めて出る日のことですね。それを初日の出と言います。あとは、初夢。その年に初めて見る夢を初夢と言いますね。うん。年が明けると、初日の出を見に行く人たちがたくさんいますね。やっぱり日本では新年など新しいスタートっていうものを大切にする文化があると思います。あとは、スタートと言ったら4月の新年度ですね。日本では4月に学校や会社の新しい年度が始まるんですね。なので入学式や入社式などは毎年4月に行われます。4月は新年とはまた違ったスタートっていう感じがありますね。新しい新生活がスタートするっていうイメージですね。うん。例えば学校だったら、はあ、友達ちゃんとできるかなとか、担任の先生はどんな人だろうとかね。あと会社だったら、上司はどんな人だろう、先輩は怖くないかなとか、同僚はどんな人たちなんだろうとかね。こういった、ワクワクやドキドキ、あとは不安とか、いろんな感情を抱えながら
4月スタートするっていう感じですかね。私が今でもはっきりと覚えているのが、アルバイトの初日です。今でも本当に忘れられないですね。私はアルバイトを高校1年生の時から始めたんですけれども、マクドナルドで働きました。皆さんご存知ですか？マクドナルド。英語の発音だと McDonald's になるのかな？ちょっと英語話せないので、正しい発音がわからないんですけれども、はい、有名なファストフード店ですね。日本語ではマクドナルドと言います。そのアルバイトを始める前からお客さんとしてよくお店に行っていました。で、すごくね、お客さんが多くて忙しいお店だったんですよ。なので、それを知っていたので、もう始める前からすごいドキドキだったんですね。ああ、忙しいだろうな。ああ、どうしよう。私にちゃんとできるかな。ミスしちゃったらどうしようとかね。こういういろんな不安を抱えながら初日を迎えました。でも、社員さんやアルバイトの方たちが本当に優しくって、優しく丁寧に仕事を教えてくれたんですね。そのおかげで楽しく仕事ができました。もちろん、すごく緊張してドキドキだったんですけど、こう優しくね、丁寧に教えてもらっているうちに、どんどん緊張がほぐれて、後半は楽しく仕事ができました。マクドナルドって接客業に厳しいというか、こう、きちんと接客について学べるんですよ。なので、挨拶の大切さだったりとか、笑顔で接客することの大切さとか、そういったことをきちんと教育受けるんですね。なので、私はマクドナルドで、こう、接客業の基本っていうものを学んだなと思います。本当に初めてのね、アルバイトだったので、最初は本当にすごく緊張しました。いろんな不安があったんですけれども、あの時、マクドナルドでアルバイトしようって決めて、一歩を踏み出してよかったなってすごく思いますね。本当にいい経験ができました。で、バイト仲間ともね、すごく仲良くなって、たくさんいろんなところに遊びに行ったりとか、楽しい話をしたりして、すごく楽しかったですね。それで結局、何年だろう、すごい長く働きましたね。5年間ぐらいマクドナルドでアルバイトをしました。やっぱり、この経験を通して感じたことは、大切なのって完璧にやることではなくって、こう何かを始めようって、始める気持ち、それが大切なんだなって改めて感じましたね。やっぱりこう、始める前って失敗しちゃダメだとかね、完璧にやらなきゃとか思ったりしちゃうんですけれども、でも普通に考えて最初から完璧にできるわけないじゃないですか。もう完璧にできる人なんていないんですよね。みんなミスをして、そして経験して、どんどん経験を積んでいって、どんどん成長して完璧に近づけるわけだから、本当にとにかく始めるっていう気持ち、それが大切だなって思いますね。皆さんも何かに挑戦したりとか、何か新しいことを始めるっていうことあると思うんですけれども、最近皆さんが新しく始めたことって何ですか？もしくは今始めようと思っていることありますか？中にはね、やっぱり不安で、心配で、なかなか行動ができないっていう人もいるかもしれない。でも、この日本語ポッドキャストを今聞いてくれているっていうことは、その聞いてくれている人の中には、日本語の勉強を始めたっていう人もね、いると思うんですよね。ポッドキャストも最初聞いた時って、こう聞き取れない人も多いと思うんですよ。うん。でも、
ポッドキャストも続けることが本当に大切だと私は思います。さっき自己紹介の時もね、言ったんですけれども、私は今、韓国に住んでいます。なので、韓国語をね、勉強しているんです。私も言語学習者です。そう。だから、こうね、毎日私も韓国語のポッドキャストを聞いているんですけど、一番最初、ポッドキャストを聞いた時、もう何言っているか全然わからなかったです。本当に聞き取れませんでした。本当に今よりも韓国語がね、できなかったので、聞き取りも全然ダメでした。なので、日本語字幕がないと、何のテーマについて話しているのかさえわからなかったんですね。何を言ってるんだろうって、全然聞き取れないなって思ってたんですけど、でも、毎日毎日、とにかく聞き続けました。わからないんだけど、聞きました。で、新しいエピソードがアップロードされたら、すぐにそのエピソードを聞いて、で、1回だけじゃなくて、同じエピソードを何回も何回も聞いたりしました。そうしていくうちに、徐々に徐々にこうね、実力も伸びていって、そしたら、ある日、スーって韓国語が自然と耳に入ってきたんですよ。それまでって、こう、なんて言っているのか、集中しないとダメだったんですよね。なんて言ってるか聞き取ろうってすごい集中しながら、ポッドキャストを聞いていたんですけれども、ある日から、本当にそんなに意識をしなくても、自然と韓国語が聞こえるようになりました。うん。本当に不思議ですよね。人って耳が慣れるんですよ。で、今はもうほとんど、聞き取ることができるようになったんですね。なので、本当に始めてから、もう地道に地道に、毎日毎日続けていくことが本当に大切だなと思います。なので、皆さんもね、こう日本語を勉強していて、心が折れそうになる時もあると思います。ああ、もう難しい、もう嫌だっていう時もあるかもしれない。でも、皆さんは一番大変なスタートをする、一歩を踏み出すっていうことを乗り越えて今があるわけなので、だからね、これからも諦めずに地道に地道に続けていっていただきたいなと思います。はい。もちろん私もね、これからも地道に地道に続けていきます。なので一緒に楽しみながら頑張っていきましょう。はい。それでは今日は始まりについてお話をしました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。